ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はブーゲンビリアの花を描いていこうと思います。花の形の取り方や仕上げ方を解説していきます。最後までごゆっくりお楽しみください。ブーゲンビリアの花の形は三角を基本に考えました。中央に点を打ち、そこから三角に沿わせるように花びらを描いていきましょう。この鮮やかな色の花びらに見える部分は実際には苞と呼ばれ、葉が変化したものだそうです。この1枚の方に一つの細長い萼ができ、その先に小さな花を咲かせます。少し斜めから見た花は三角形を平べったくします。中心となる点をやや下の方に取り、そこから三角形に向かって苞を描いていきましょう。花びらのような翻りを描いても良いと思います。先ほどと同じように1枚の方に1つの花を描いて出来上がりです。ここからは苞のことを花びらと呼んでいきます。横から見た花は3枚の花びらがどう見えているかを考えていきましょう。この花は奥に1枚の花びらがあり、左側に半分見えている花びらを描き、右手前の花びらで奥の花びらが隠れていると考えて描いています。見えている小さい花は2つにしました。この花は奥に2枚の花びらがあり、手前の花びらで奥の花びらが隠れていると考えます。右側の花びらは翻りを入れ、花びらの半分ぐらいが見えている感じにしました。葉は一般的な葉の形です。それでは絵の具を使って描いていきましょう。ここではミディアムマゼンタ、キナクリドンマゼンタ、チタニウムホワイトを使って描いていきました。まず筆全体にミディアムマゼンタを取り、両側に白と赤紫を取り、グラデーションを作っていきます。水分が足りないように感じたときは水滴を拾い、またグラデーションを作っていきます。下絵の三角を目安に花びらを描いていきましょう。最初は筆を立てるようにして、途中は筆を紙にぐっと押し付けるようにし、そして最後はまた立てるようにしてストロークをしています。ストロークがしづらい場合は絵の方を回転させると良いでしょう。花の色に変化を持たせたかったので、次の花は白を多めのグラデーションにしました。花の形としては平べったい三角形の中に描いていきます。左右の花びらは細長い形になります。次の花はパッションという紫を筆のコーナーに取り、グラデーションを作り描いていきました。斜めから見た花のイメージで平べったい三角形の中に描いていきましょう。これは横から見た花で、奥に1枚、手前に2枚の花びらを描いていきます。左右の花びらを同じ大きさにせず、片側を大きくするとバランスが取りやすいように思います。この花も横から見た花ですが、奥に2枚、手前に1枚の花びらを描いていきます。同じつぼみですが、花びらの大きさや向きを変え、少しずつ変化をつけていこうと思いました。葉の緑は好みの緑を使っていけば良いと思います。ここでは混色して緑を作っていきました。深緑、中間の緑、明るい緑があれば良いと思います。中間の緑を取り、両端に濃い緑と明るい緑を取り、グラデーションを作りました。葉のストロークも花のストロークと同じです。最初は筆を立て、
途中で筆を押し付けるようにし、最後はまた筆を立てるようにして葉の形にします。ピンクと白のダブルローディングを作り、花の翻りを描いていきましょう。花びらの根元などを中心に翻りを入れてみました。紫がかった花には紫と白のダブルローディングで翻りを入れました。キナクリドンマゼンタという赤紫で花に影をつけていこうと思います。花びらの根元の方や花びらが重なっているところを中心に色を加えていきました。紫がかった花にはパッションという紫で色を加えています。ここで花びらと呼んでいる葉が変化した方に葉脈を入れていきます。あまり目立った脈にしたくないので、絵の具に多めの水を加えて描いていきました。薄いピンクの花にはさらに水を加えています。紫がかった花の脈には2色を混ぜた色を使いました。茎を描くときには流れが途切れないように描いていきましょう。葉には深緑で影を、黄色でハイライトを入れました。葉脈は濃い緑で入れています。ブーゲンビリアの本当の花の萼を描いています。1枚の方に1つの花が咲くそうです。横から見た花には1つか2つの萼を描いています。萼の先端に小さな花を咲かせましょう。まだ咲いていない花があると考えれば、すべての萼に花をつける必要はないと思います。仕上げに歯ブラシでスパッタリングをしました。ブーゲンビリアの花の絵が完成しました。色や形を楽しんで描いてみました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、とても励みになります。よろしくお願いします。また、感想やリクエストなどコメント欄に書いていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。